おはようございます。170万かけて直したジムニーのエアコンが壊れました。ちょうど1年前、ジムニーのエアコンガス入れるときに真空引きできなくて蛍光塗料入れて整備士さんと一緒に探してもらってって結構トラブルやってたじゃないですか。結局漏れてるところ発見できず、そのままガス入れて様子見ましょうっていう感じだったんですけど、ついにこのジムニーのエアコンが動かなくなりました。壊れたのに気づいたのは8月の13日。お盆で墓参り行こうとしたらエアコンが使えませんでした。どうしてこの一番暑いタイミングでエアコンって壊れるんですかね。ということで今回はジムニーのエアコンを修理していきます。漏れている場所はエアコンの配管、コンプレッサーの上あたりですね。配管にちょっと黒い穴がプツプツっと開いてるように見える。いや、この時はそこが原因だと思ってました。とりあえずもう30年ぐらい経つ車だし、距離数も20万キロ超えてるんで、いつどこが壊れてもおかしくないから、エアコンシステム全部新しいのに取っ替えます。エバポレーターもコンプレッサーもコンデンサーもリキッドタンクも全部新品で組んで、エアコンシステムリフレッシュしたいと思います。ここの低圧のバルブの裏側ですね、漏れてるのね。こっから漏れてコンプレッサーのこの回転する部分に垂れちゃってるから、エンジンが回るとそれが全部飛び散って、もうボディがねベッドベトになってます。この辺とか飛び散った跡、あとこっち側にもこれ飛び散った跡。それじゃあ分解していきます。もうエアコンのガスは全部抜けちゃっててガス入ってないです。だからこのまま外しちゃいます。エアコンの配管外して、もう一本配管外して、レシーバータンク、エアコンコンデンサー、よいしょよいしょ。エアコンコンプレッサー取れました。次、室内側エバポレーター外します。よいしょ。エバポレーター取れました。はい、ということで取り外した部品たちこちらでございます。左側からリキッドタンク、エバポレーター、そしてコンデンサー、コンプレッサー、配管です。部品はめちゃくちゃ綺麗なのにね。綺麗なのは組み付けるときに掃除してくんだからですね。ちゃんと手入れしたから。ただよーく見るとやっぱりアルミ部品腐食があったりとか、多分見えないところで穴が開きそうになってたりとかすると思うので、全部交換します。これリキッドタンク、これ中に除湿剤が入ってるんですけど、きっとそれもだいぶ劣化してるでしょう。溶接でついてるから蓋開けられないけど、多分これもダメだと思う。そしてこのエアコンの配管、漏れてた場所、ここね、ここに穴が開いてたんで、これちょっとつけてエアー通してみます。そうするとね、空気がプクプクプクって出てくるはずなんですよ。エアーの圧力はだいたい3キロぐらい、コンプレッサーのガスの圧力と同じぐらいでいきます。でこっち側指でこう蓋をして反対側から空気入れてみます。いきます。あれ、全然ブクブク言わないね。あれ、指ずらせば、あれ、全然ブクブク言わないですけど、穴開いてないの？腐食で穴だと思ってたけど、腐食だと思ってた跡がなくなった。もしかしたらこの配管のとこからエアー漏れてこないから、ここについてた汚れとかオイルがこれの回転でこっちに飛び散った可能性を今考えてます。そうすると漏れてたの多分ここになるんですよね。ここのオイルシール、もしくはこっち側、どこかわかんないけど、このシャフトのところのオイルシールから漏れてる可能性があるかもしれない。ということで
次コンプレッサー本体のエアーテストやってみます。水につけといて、こっち側指で塞いでエアーで圧力をかける。いきます。あ、出てくる。あー、こっからエアー出てくる。もうちょっと見やすそうなアングルに設定し直しました。もう一回やってみます。出てるの見える？ブクブクしてんだけど今めっちゃブクブクしてる。はい、ということですいません、見当違いをしてました。エアコンパイプがダメだと思ってたけどコンプレッサー本体だね。ここのプーリーのとこからエアがブクブクブクって出てくるんで、ここがダメなんだと思います。多分今回コンプレッサー本体を交換すれば直せたと思う。そっかコンプレッサーだったか。まあそんなこともあるよね。見当違いをする時もあるよね。ということはこの配管使えるね。いや、配管直してくれるお店探したんですけど、山形県近くにそういうお店なくて、で愛知とか千葉とか要は関東関西だとねそういうお店あったんですけど、これ配管でかくて梱包するとね200サイズ超えるんですよ。だから輸送できないし参ったなと思って、だからもうヤフオクで中古品で取っ換えようかなって考えてたんですけど、これ配管使えますね。これこのままいきます。やったーでいいのかな。いずれ多分この配管、ここのゴムホースの部分がダメになると思うんで、このゴムホースのとこから漏れてきた時にはどのみちこれ作り直さなきゃいけないんですけど、その時にはちゃんとお店に持ち込みたいと思います。これね直接持っていかないと輸送できないから、どうしようかなってずっと悩んでたんですけど、ということで今回エアコンのパイプは直さずそのままいきます。で今回交換するのはもちろん漏れが確認できたこのコンプレッサー、これはリビルトに交換します。新品が出ないからリビルトでいきます。もうすでにリビルト買ってあります。そしてエバポレーターはこれ新品が部品まだ出てたので、新品のエバポレーターを買いました。エキスパンションバルブ付きだから今回このまま車に組み付けができます。あとコンデンサーは新品部品廃盤になってたんで、これもリビルトを買いました。はい、それじゃあ組んでいきます。今回ねオーリングまた変えます。去年ジムに組み付ける時に一応変えたんですけど、脱着したから数百円だからね、念のため全部もう一回交換します。タイヤのエアー入れる虫みたいなのがここについてるんですよ。それも交換しときます。これ前回買えなかったんですよね。で純正で設定ないからこれ社外品です。一応念のため配管の中鉄粉とかが入ってないかパーツクリーナーで洗ってからやっていきます。コンプレッサー自体が壊れてたわけじゃないから多分鉄粉はないと思うんですけど、全部新品で組むから念のためパーツクリーナー入れてエアーで拭いて、よし OK でオーリング外してつけるやつにはエアコンオイル塗ってからはめます。よいしょ。よし、これで OK。 即席でバルブを外せる工具作ってきました。ボルトの頭切っただけ。これでこうやって入れて、よいしょ、取れた。頭の部分こんな感じです。マイナスみたいなこういう感じになってるから、ボルトの頭に切り込み入れてあげればこれを回すことができます。専用の道具はあるんですけどね。新品のエバポレーター、これがこうかな。こういう感じでこの箱にサーミスター移植し忘れてたんでつけました。でこれをここにセットして、エバポレーター外すとき
力技で無理やり下側引っこ抜いて外してきたんですけど、本来ここ作業するときは整備書の手順通りやろうとするとダッシュボードを外してからじゃないとエバポレーター外せないです。で、組み戻すときなんですけど、エバポレーターの上側のケース、ここのボルト緩めて上と下のケースくっつけた状態で戻せばどうにか戻すことができます。最初上側のケース外すの忘れてて、ケース外さないとつけれないことに気づくまで若干時間かかっちゃいました。組むとき足元に潜り込んで上向きながらの体勢だからちょっと姿勢が辛いんですけど、でもダッシュボード外して作業するよりかは早いしうまくできました。リビルトのコンデンサーめっちゃ綺麗。腐食とかも全然ないし、ロー付けの跡もすごく綺麗。いいね。リビルトはやっぱり気持ちがいいね。よいしょ。よいしょ。新品のレシーバータンク。そして配管戻して、コンプレッサー戻します。よいしょ。ベルトは再使用です。よっしゃー、組み立て完了。エアコンが元に戻りました。ちょっと光が見えにくいですね。ちゃんと組み付け終わってます。今回エバポレーターもレシーバーもコンプレッサーもコンデンサーも全部新しいのに変えました。配管だけが元のやつ再使用してます。一通り組み付けが全て終わったので、これから車屋さん持ってってエアコンガス入れてもらいたいと思います。ガス入れ終わりました。車預けての作業だったので今回撮影した映像ありません。仕上がったエンジンルームをご覧ください。配管は再使用、コンデンサーはリビルト品、リキッドタンクとエバポレーターは新品、コンプレッサーもリビルトだね。はい、こんな感じ。そして問題なくちゃんとエアコン動くようになってます。ブロアファンの音とエンジンの音で全然音声取れてなかったんで、ここからもナレーションでちゃんとエアコンのスイッチ入れるとエンジンの回転数ちゃんとアップしてコンプレッサーのスイッチも入りました。この日の外気温はだいたい28度から9度ぐらい。この状態でエアコンの吹き出し口に温度計をセットしてしばらくアイドリングさせておくと、吹き出し口の温度でおよそ8度から9度ちゃんとエアコンが冷えています。はい、ということでジムニーのエアコン修理これにて終了です。長かった。エアコンの不具合を感じながら乗ることおよそ1年がかりでようやくエアコンが治りました。今これを撮影しているのが9月の20日。今年の一番暑い時期、エアコンなしで過ごさなきゃいけなかったんですがいやーでも治ってよかった。本当。那須のイベント行くときはね、まだエアコンギリギリちゃんと効いてたんで。で、イベントから帰ってきて、ガス漏れてエアコン効かなくなって、ギリギリどうにか走ることはできたんですけど、また素晴らしいタイミングで壊れるというね。本当、このジムニーはなんか動画のタイミングを分かっているというか、なんというか、素晴らしい車だと思います。やっと治った。長かったけど、やっと治った。これであと10年はエアコンにトラブルなく乗れると思います。っていうかそう願ってます。真空引きしても特に不具合なく、なんか普通にできたっていうんで、今回は間違いないんじゃないかな。コンデンサーがリビルトで2万円。コンプレッサーがリビルトで2万5千円。で、エバポレーター新品で3万円。あとオーリングとかなんかその他細かいのと、あと送料とエアコンガスチャージ代、全部もろもろでだいたい2万円。今回の修理でだいたい8万9万ぐらいかかってます
まあほぼフルコースで全部エアコン直したからね、仕方ないけど、これでこのジムにおよそ190万円かなレスト費用190万円のジムニーになりました。まあいいね。でもこの先10年不安なく乗れると考えればね。ちなみにエアコンのガスチャージ、まあコンプレッサー持ってないから整備工場持ってってやってもらってるっていうのもあるんですけど、まあコンプレッサー買えば自分でできるんですよ。ただ使うエアコンのガスもさ、中途半端に余っちゃったりとか、あと整備工場とのこの関わりを切りたくない、できればこう整備工場にお金を落としておきたいっていうのがあるんで、まあ、自分でできるけどわざと整備工場持ってってやってもらってます。まあ、そうしておかないと、何かこう整備とかで困った時に整備工場行ってちょっと教えてくださいとか、なんかそういうのがね、やりにくくなっちゃうから、タイヤの処分とか、まあ、ガスチャージとか、ほんと整備工場はね、常連さんになって定期的にお金落としといた方がいいですよ。そうするとね、何か困った時に助けてくれるから。ということで本日はこのジムニーのエアコン修理の動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。